一年戦争、ベータ世界戦、ジオン軍作戦士、勝つはずだった設計が勝って終わる設計へ変わった日、時系列、まず何が起きたか。UC0079 年1月3日、ジオン公国が地球連邦へ宣戦。ミノフスキー粒子の散布で遠距離戦の常識が崩れる。79年1月下旬、ルーム戦役、連邦宇宙軍は艦隊として機能する仕組みを失い、宇宙の主導権がジオンへ移る。79年1月31日、南極条約、大量破壊による短期決着が難しくなり、占領、補給、稼働率の戦争へ変質する。79年9月18日、最大の分岐点、サイド7で、シャア隊が新型ガンダムと強襲揚陸艦ペガサスを鹵獲。ペガサスはソドンとしてジオン軍に編入される。79年10月、ジオニックの新型は開発を中止。鹵獲ガンダムのリバースエンジニアリングにより、量産計画が決裁される。月面グラナダ方面で再コミ研究が加速される。79年11月頃、第一次ソロモン海戦、連邦はソーラーシステムで要塞ソロモンを攻略し、コンペイトーと改名。79年12月初旬、ジオンニュータイプ部隊によるコンペイトー襲撃、連邦の主力艦隊に甚大な被害を与える。79年12月中旬、ルナ2方面戦が激化。ジオン軍はマクベ艦隊を主力とした県根一的のルナ2攻略作戦を発動。反攻に転じる。79年同時期、第二次ソロモン海戦、連邦軍は月のグラナダへのソロモン落としを敢行する。ルナ2の攻略に総力を投じていたジオンには、これを阻止する予備戦力もなく、ただ一体後方待機を命じられていたシャア大佐の部隊だけが防衛作戦に当たることとなった。79年12月30日、ゼクノバ現象発生。赤いガンダムの再コミ暴走で、ソロモンの約3分の1が消失し、結果、グラナダへの直撃は回避された。ルナ2とソロモンを失った地球連邦政府は、戦争の継続を断念。ジオン公国に対し、休戦を申し入れた。80年1月3日、連邦が宇宙からの完全撤退を選択。停戦へ。ジオンが戦勝国の形で終戦。勝利は戦術ではなく設計で決まる。ベータ世界戦のジオンは終戦工程を手に入れた。一年戦争をジオン側から総括すると、開戦初期に勝利条件は揃っていた。ミノフスキー粒子で戦場の距離を縮め、MS という革新兵器を近接戦の切り札として投じ、宇宙の主導権を奪う。これは生死でも成立するかつ設計だ。だが、かつ設計があっても終わらせる設計がなければ、戦争は長期化し、国力差を埋めることはできない。条約以後の戦争は英雄でも奇策でもなく、補給回転と修理回転、そして政治が耐えられる損耗で決まる。勝っても戦力が途切れた瞬間に戦線は穴が開き、穴が開けば補給は詰まり、詰まれば稼働率が落ちる。稼働率が落ちる戦争では性能差は最後に意味を失う。ベータ世界戦のジオンが勝てた理由は、一言で言えば終戦工程を作れたからである。その工程は3段階で完成する。第1にサイド7でガンダムとペガサスを奪い、連邦の回復速度を鈍らせつつジオンの学習速度を跳ね上げた。第2に宇宙の物流要衝であるルナ2を圧迫し、連邦が宇宙で戦争を続ける条件そのものを削った。第3に連邦が取ったコンペイトーを政治的カードとして落下兵器へ転用せざるを得ない局面へ追い込み、その賭けがゼクノバという事故で破綻した瞬間に連邦の意思決定の鎖が切れた。本論は戦いの強さではなく、戦争の設計がどこで完成し、どこで相手の設計を壊したかを追う。勝敗の原因は前線の一撃より後方の回転に宿る。第一章開戦。ミノフスキー粒子は技術ではなく距離の支配である。ミノフスキー粒子の本質は戦争の距離を縮める仕組み。距離が縮めば索敵、誘導、長距離火力の優位が薄れ、接敵速度と集中火力が勝敗を決める。ジオンは近接機動戦の訓練、艦隊と MS の役割分担、短距離で通る通信手順を準備していた。つまり粒子環境そのものを自軍に有利な競技場として設計していたのである。ただしこの設計はもろはだ。距離が縮まる戦争は同時に損耗も増える戦争である。被弾は避けにくく、
損傷は日常化し、整備と部品供給が戦闘力の上限を決める。兵器の強さとは壊れない強さではなく、壊れても戻ってくる強みだ。だからこそ戦争は撃墜数ではなく回収、修理、再出撃が支配する。短期で終わるなら問題にならない。長期戦になった瞬間、損耗を吸収できる生産力が絶対的な力になる。故にジオンは初動で勝つだけでなく、価値を短期間で終戦へ変換する必要がある。ここで後のサイド7での路角が意味を持つ。路角は戦術の勝利ではない、終戦工程への童貞である。第2章ルーム戦役。目的は正中堅ではなく連邦宇宙軍の麻痺だ。ルームでジオンが達成したのは宇宙を永遠に支配することではない、連邦宇宙軍を戦えない状態に落とすことだ。艦艇を沈めるだけでは不十分である。指揮官、後方支援、補給、整備、救助、これらが一体となる運用体系を壊す必要がある。連携を失った艦隊は数があっても作戦行動は取れない。ジオンは MS で接点を切り連邦を麻痺させた。ここでジオンが得たのは時間だ。しかし時間は勝利そのものではない。時間は講和という形に換金しなければ価値を失う。換金に失敗すれば時間は連邦の回復時間になる。生死のジオンは時間を地上占領の拡大に使いすぎ、占領維持の負荷で機動戦力を固定し、宇宙側の決定権を取り戻される。ベータ世界線は違う。時間を学習速度と接点線へ振り向けられる道具、ソドンとガンダム解析が後で手に入る。つまりルームで得た時間がジオンの終戦工程の構築に投資される。第3章南極条約。戦争の性格が変わり勝ち筋が細る。条約は大量破壊による短期決着の余地を狭め、戦争を占領、治安、補給へ変える。占領は勝利を増やすのではなく、勝利を維持するために兵力を固定する。固定された兵力は機動戦力ではない。機動戦力が減れば反応速度が落ち、反応速度が落ちれば要衝を失い、要衝を失えば補給が細り、稼働率が落ちる。ここから負荷が負荷を生む循環が始まる。ここで重要なのは条約が勝ち方を変える一方で勝つための計算式を露骨にした点である。補給線が長ければ損耗が増える。損耗が増えれば修理が滞る。修理が滞れば稼働率が落ちる。稼働率が落ちれば極地の勝利が続かない。極地の勝利が続かなければ政治は終戦を承認できない。戦争は軍だけで終わらない。政治が終わったと言える形が必要になる。生死でジオンが苦しむのはこの循環に早く入ったからだ。ではベータ世界線はどう違うか。答えは循環を断ち切るための学習と接点破壊をより早くより確実に行えた点にある。学習の革新がサイド7の路角劇であり、接点破壊の革新がルナ2戦である。第4章オペレーション V。 連邦の反撃は教科書を作ることで成立する。初見の人向けに補足すると、連邦はジオン MS に対抗するためオペレーション V という MS 開発計画を進め、試作機と運用母艦として強襲用陸艦ペガサスを用意していた。生死では試作機ガンダムが前線で膨大なデータを集め、そのデータが量産機の教科書になる。教科書ができれば訓練は短縮され、整備は標準化され、損耗は下がり、稼働率は上がる。稼働率が上がれば量を保持できる方が有利になる。連邦で怖いのは一機の怪物ではなく、怪物が教科書になって平均が上がることだ。平均が上がるとは個々の才能に頼らずに戦力が再現できるということだ。再現できる戦力は政治にとっても魅力的である。なぜなら数字として説明できるからだ。人員計画、補給計画、損耗見積もり、予算、すべてが共犯の存在に依存する。だからこそベータ世界線で起きる教科書のダッシュは致命的だった。連邦は反撃の歯車を回しきれなくなる一方、ジオンは逆に歯車を手に入れる。戦争は技術の奪い合いではない、システム設計の構築試合である。第5章最大の分岐サイド7路角事件。連邦の歯車が止まり、ジオンの歯車が回り始める。79年9月18日、サイド7においてシャープ隊は新型ガンダムとペガサスを路角し、ペガサスはソドンとして再塗装再編入される。ここがベータ世界線の核である。ポイントは2つある。1つ目は象徴のダッシュだ。連邦は反撃の旗印となる試作機を失い、
軍内部の意思統一と指揮が揺らぐ。意思統一が揺らぐと決済が遅れる。決済が遅れると工場のラインが確定しない。ラインが確定しないと補給体系が組めない。省庁の喪失は精神論ではなく行政速度を落とす。2つ目は学習速度の逆転だ。ジオンは鹵獲物をキシリアに引き渡し、キシリアとドズルの合同で解析を進める。これは単なる技術投用ではなく、敵が作ろうとしていた制度を横取りすることに近い。設計思想、整備性、冗長系、センサー統合、操縦の負担、それらのブレイクスルーを得た組織は大量の失敗を減らせる。失敗が減れば前線投入のテンポが上がり、稼働率が上がる。稼働率が上がれば要衝戦で勝てる。ここで重要なのは鹵獲が未来の時間を生む点だ。撃ち落とした一機は1回の勝利だが、共犯のダッシュは以後の毎日を変える。戦争の勝利は毎日の積み重ねの上にしか成立しない。第6章、10月の決済。ジオニック新型中止と平均を上げる戦略。79年10月、ジオニックの新型は開発を中止。鹵獲ガンダムのリバースエンジニアリングを基盤に量産計画が決裁される。これは派手な新兵器の物語ではない。むしろ逆である。増やさないことが勝利の戦略になる。生死のジオンは優秀な施策と多彩な派生に溺れ、部品体系が散り、整備教育が追いつかず、稼働率で遅れを取る。ベータ世界戦では逆にザク、ビッグドム、ゲルググといった主力枠の部品互換を優先し、各基地に置く予備品を絞り、現場が迷わない体系を作る。迷わないとは判断と作業が早いということだ。早い作業は回転数を生む。回転数は戦力を生む。さらにこの決済は政治的にも意味を持つ。新型乱立は成果が見えにくい。だが既存戦力の平均を上げる施策は稼働率として数字が出る。数字が出るものは議会で通る。議会で通るものは継続する。継続するものは勝利になる。ベータ世界戦のジオンは戦場と議会の両方に通る形で戦争を設計した。第7章、ソドンという兵器。艦は火力ではなく判断の速度と帰る場所を運ぶ。ソドンの価値は単に MS を乗せる船ではない点にある。ミノフスキー環境では情報が断片化し、戦場は見える距離で分断される。分断された戦場で勝つには現場で判断できる指揮中枢が必要だ。ソドンは艦隊と MS を結ぶ携帯司令部として機能する。戦場で拾った断片情報を次の行動へ即座に変換し、局地の勝利を連続させる装置になる。加えてソドンは世界初の強襲揚陸艦でもあり、先進的な軽空母でもある。宇宙船における帰れる場所とは修理と補給の地そのものに他ならない。損傷した機体が帰れれば戦力は生きる。帰れなければ戦力は死ぬ。前進基地が固定点である以上、敵はそこを狙える。ならば補給拠点を動かせばよい。ソドンは MS を乗せて移動し、前線で小修理を行い、部品と弾薬を配り、負傷者を回収し、情報を集める。この効果は地味だが積み重なると恐ろしい。なぜなら連邦が勝ち筋としていた学習、標準化、稼働率上昇という循環と同じ方向に作用するからだ。連邦が本来得るはずだった循環をジオンが先に回し始める。ベータ世界戦の恐ろしさはここにある。第8章、第1次ソロモン海戦。連邦の勝利が次の賭けを生む。79年11月頃、連邦はソーラーシステムを導入し、要塞ソロモンを攻略する。ソロモンはコンペイトーと改名される。初見の人にはここが直感に反するだろう。ジオンが勝つ世界戦なのに連邦が要塞を取るのかと。だがこの勝利は連邦の勝ち筋を確定させない。むしろ連邦は勝ったのに終わらない段階へ入る。コンペイトーは前進基地であり、同時に政治的カードである。基地を取ったからこそ基地をどう使うかで政治が軍事に口を出す。政治は説明できる勝利を求める。軍は説明しにくい稼働率線を嫌う。ここから合理と賭けの境界が薄くなる。前進基地を持つほど奥行きが必要になる。奥行きがないのに基地を持つと、基地は勝利ではなく弱点になる。ベータ世界戦で連邦が苦しむのはルナ2方面で圧力を受け、宇宙拠点の奥行きが薄い状態でコンペイトーを抱え込むからだ。第9章、12月初旬、コンペイトー襲撃は回復線の循環を壊す。
79年12月初旬、キシリア配下のニュータイプ部隊によるコンペイ島襲撃、連邦主力艦隊は甚大な被害を受ける。ここでの狙いは勝利の孤児ではない。回復線の循環を壊すことだ。宇宙では沈められた損害より回収できない損害が致命傷になる。回収できない損害は修理回転を奪い、修理回転の低下は出撃回数を奪い、出撃回数の低下は戦訓を奪う。戦訓がたまらなければ共犯が更新されず、共犯が更新されなければ損耗は増える。損耗が増えれば政治が許容できる損害を超える。この連鎖の怖さは誰かが意図して止めない限り自然に増幅する点にある。連邦は本来ガンダムによってこの連鎖を戦場での学習で補うはずだった。だがベータ世界戦ではその教訓がない。連邦は回復できるはずの速度で回復できない。第10章12月中旬、ルナ2宇宙船の肝はドックと航路である。12月中旬、ルナ2方面戦が激化。ジオンはマクベ艦隊を主力とした県根一敵の攻略作戦を発動し反攻に転じる。ここが第2の鍵である。ルナ2は宇宙における連邦の要衝で修理ドック、補給、航路管理の中心にある。ここが生きている限り連邦は負けても戻ってこられる。戻ってこれる限り連邦は両で押し返せる。だからジオンは敵艦隊を全滅させるより先にルナ2という敵の要衝を逼迫させる必要がある。輸送を遅らせ修理回転を落とし出撃回数を減らす。出撃回数が減ればデータがたまらず共犯が更新されず、さらに損耗が増える。ルナ2戦は敵の心臓を止めるのではなく心臓を弱らせる戦いだ。この時点で連邦は宇宙戦を続けるほど地上の復旧が遅れるという矛盾に直面する。宇宙にしがみつけば国家が削れる。国家を守れば宇宙を捨てるしかない。戦争は最後に国家の形を選ばせる。第11章同時期第2次ソロモン海戦、連邦の最後の賭け。連邦軍はコンペイ島をグラナダに投じる作戦に着手する。ルナ2攻略に総力を投じていたジオンはソロモン落下を阻止する予備戦力を欠く。ここで後方待機を命じられていたシャア大佐の部隊だけが防衛作戦に当たることとなる。連邦の狙いは明快だ。成功すればグラナダを脅し停戦交渉を有利に運べる。この局面で連邦が賭けに出た背景は軍事の疲弊ではない、政治の疲弊である。稼働率線は成果が見えない。見えない成果は政治では通りにくい。通りにくいものは承認が遅れる。承認が遅れれば補給が詰まる。詰まれば稼働率が落ちる。落ちればさらに成果が見えない。最終局面ほど派手なカードに寄りかかる。派手なカードは華々しい戦果として説明できるからだ。しかしミノフスキー環境では誤認と遅延が必ず起きる。誤認と遅延が起きる戦場で全てをかける作戦をやると想定外の小さな事故が全体の破綻へつながる。第12章12月30日ゼクノバ現象。勝利は超兵器ではなく意思決定の鎖の断裂で確定する。第2次ソロモン海戦中、赤いガンダムのサイコミが暴走しゼクノバ現象が発生する。ガンダムごとソロモンの約3分の1が消失し落下計画が挫折する。ここで戦局が変わったのは物理的損害の大きさだけではない。連邦の意思決定が計画、実行、説明の鎖を失う点である。通常なら何隻喪失、何機喪失と数で報告できる。しかしゼクノバ現象は当時説明不可能な怪現象で混乱しきった現場では全く判断ができなかった。状況判断が遅れれば各艦隊は独自の判断に頼り作戦の統一が崩れる。統一が崩れれば護衛と補給が噛み合わずさらに事故が増える。そして政治は現場を把握しなければ次の決断ができない。第13章ゼクノバ現象後の3日間、戦場より先に司令部が崩れる。連邦側はコンペイ島落下という政治を背負った作戦が破綻した時点で軍事だけでなく政治の信用も損なった。責任追及が始まれば次の作戦案は承認されない。承認されないなら補給も増援も動かせない。前線が望むのは明日戦える弾薬と整備部品だが政治が欲しいのは今説明できる戦果だ。説明できる勝利がなくなった瞬間、政治は防御姿勢に入り軍は手足を縛られる。一方のジオンは
ゼクノバ現象を勝利の完成として利用する派手な追撃で相手を刺激するのではなく、連邦艦隊の退路をあえて残し、ルナ2方面の圧力を維持しつつ、停戦の窓口を開く、敵に撤退しか選べないと思わせた上で、撤退すれば終わると提示する。勝った側がやるべきは、最後の一撃ではなく、相手が引ける出口を用意することだ。ここで戦場は外交の延長になる。第14章、80年1月3日、連邦の宇宙撤退は、敗北ではなく、国家の生存戦略である。連邦に残された選択肢は、2つしかない。宇宙で消耗戦を続け、ルナ2を疾患した状態で続けられない戦争をやるか、あるいは宇宙から撤退し、地上の国家機能を守ることを優先するか。連邦が撤退を選ぶのは臆病ではない、合理である。宇宙にしがみついて尊王を重ねれば地上の復旧まで損なう。地上が損なわれれば戦争後も国家が残らない。連邦は地上国家としての存続を優先し、宇宙の戦争を断念する。1月3日、宇宙からの完全撤退と停戦へ。ジオンが戦勝国の形で終戦する。ルナ2という要衝を削り切り、連邦が宇宙で戦争を続けられない条件を揃えた結果である。第15章、戦後、ジオンが得たもの、そして残った課題。勝ったジオンが得たのは、領土の拡張というより、宇宙における主導権である。連邦は、地上に巨大な人口と産業を抱えたまま残る。ジオンの勝利は、全てを奪う勝利ではなく、宇宙からの撤退を強いた勝利と言い表せる。勝って終わった戦争は、勝った側に次の責任を課す。占領地の統治、航路の治安、経済の再編、そして敗者に再選の口実を与えない政治だ。ここで必要なのは、軍事的勝利の延長ではなく、制度の構築である。戦争を終わらせた設計が、平時の設計に接続できなければ、勝者は勝者のまま崩れる。そして影として残るのがゼクノバ現象である。赤いガンダムは象徴であり、旅客機の宣伝効果は大きい。その喪失、そしてゼクノバ現象というニュータイプ兵器の暴走。ベータ世界戦の皮肉は、ジオンが勝利を完成させる過程で、自らも制御不能な兵器を抱え込んだ点にある。ゼクノバ現象は、連邦の計画を追ったが、同時に、ジオンにもニュータイプ兵器の危険性という負債を残した。勝利が完全な降伏ではないこと。戦争の設計が成功しても、次の戦争の種は残ること。その影を赤いガンダムは象徴している。終章。ベータ世界戦の1年戦争を一言で言うなら、V 作戦の心臓を盗まれた戦争。ガンダムは短期の英雄ではない。戦争の教科書を生む装置である。ベータ世界戦では、その教科書が敵に奪われ、逆にジオンの教科書になった。そこへルナ2の疾患で、継戦条件が削られ、コンペイトー落下という政治的賭けが事故で破綻し、連邦は宇宙から撤退した。選手としてみれば、ジオンの勝利は幸運な分岐から始まっている。しかし、勝利を現実の終戦へ変えたのは、幸運を制度に変換したことだ。旅客を研究開発だけで終わらせず、運用と補給の平均へ落とし込み、敵の接点を折り、相手の政治が耐えられない局面を作る。戦争は最強の兵器が勝つのではない。最も長く戦場に戦力を置ける仕組みが勝つ。ベータ世界戦の1年戦争は、その冷たい真理を最短時間で証明してしまった。追記として最後に一つだけ、もしこの戦争を強い MS が勝った負けたで見ると、ベータ世界戦の結末は理解できない。勝敗を決めたのは、誰が一番強かったかではなく、誰が一番戦力を途切れさせずに置き続けられたかである。戦争は道具の強さより、戦争を続けられる仕組み作りによる。ジオンは偶然の旅客を起点にして制度へと昇華した。だから勝った。次は、この勝利が戦後の宇宙世紀をどう歪め、どんな勝者の内戦や経済戦を生むのか。つまり、勝った後に始まる戦争を描くと、ベータ世界戦の怖さがより立体になる。そして何より、ゼクノバ現象という事故が残した説明不能は、後の時代まで尾を引く。この一点が勝利の光に影を落とす。だが、歴史はその影を抱えて進む。